中で名前も知らない声が僕を呼んでいた。崩れた記憶の奥、かすかに残る光、まだ終わってないと誰かがささやく。繰り返す時間の渦にとらわれたまま、それでも手を伸ばした忘れられた誓いへ。僕ら目指す空の向こう、誰も知らない未来の音、すべて殺してすべてつないで新しい世界へ飛び込もう。はあ、もうやめたいな。これも。よお兄ちゃん。はいや、なんでもない。あなたは。俺は宗介、咲夜ちゃんだな。名字は知らないけど、その名字なんてない。咲夜って呼べばいい。じゃあ俺も宗介って呼んでくれ。で、何か用？お前も水泳部だよな。だから、俺も多分水泳部かも。あーしとは関係ない。中学部だから。そうなのか？それでも。大丈夫か？でも。あれ、ハンカチ。はおい、飛んでいったぞ。あ、もういいよ。なんで？海に沈んだハンカチなんかに。じゃあ行くぞ。ソース。ぷはー、マジで久しぶりに泳いだな。大丈夫。ほらよ。なんでこんな。ハンカチのために。まあ久しぶりに泳いでみたかったし、それに大事なもんなんだろなんでそれを。う。なんとなくそのお兄ちゃんってやつとの思い出があるとか。悪いけど、それは女の子との思い出だよ。あ、そうだったのか。あーしだって何もかもお兄ちゃんだけじゃ。昨夜。もういいよ。どうせまた忘れられちゃうんでしょ。忘れる。それでもあの優しさだけは忘れないのに。眠い。もっと寝てたい。何か布団の中に誰かが。どうせまたリンネだろうな。あいつなら。いや、リンネじゃダメだろ。俺たち設定上20代以上だぞ。ひでえ、なんだお前。お前こそ誰だよ。リンネじゃねえ。なんで朝から俺の部屋にいるんだよ。こっちのセリフだ。かなたの声が聞こえなかったのか。このままじゃマジでヤバいことになるかもしれないんだぞ。何が起きるんだ。世界が滅ぶかもしれない。いきなりスケールでけな。それにあの子、咲夜がどうなってもいいのか。それは、もうわかったよ。今日行くってば。よし。みんなもう集まってたんだな。ごきげんよう、ご主人様。綾香、俺抜きで言ってくれればよかったんじゃないのか。それは不可能です。綾はご主人様の従者ですから、他の命令には従いません。何の話だよ。あふふふふ。それにしても不思議な場所だよね。ほら、鳥居がいっぱいあるし。当然だ。今の彼方は空いてる界とつながっている。つまり神々の領域だ。青物質が満ちるあの世界は彼方の姿さえも変えてしまったんだ。どういう意味だ。コーデックスの情報によれば、彼方という世界は少しずつ領域を越えて登ってきているらしい。だからどういう意味だって。かつては、ニックスの領域、つ
つまり死の世界でした。でも、今は、ご覧の通り、精霊界を超えて、ついに空いてる界に届いています。個人的な見解ですが、彼方の最終目標はここだったのではと。よくわからんけど、その空いてる界って何なんだ？空いてる界は青物質からなる創造と神秘の媒介領域です。人間としてその領域に到達したのは、私が最初で最後でした。それはどういう意味だよ？でも、それも昔話です。まあ、あなたたちが本当に人間なら、の話ですが。自分は人間じゃない。アンデッドだ。もう死んでる霊だぞ。あふふふふ。面白いこと言うね。はあ、時間がないんだ。話はここまで。行くぞ。再び彼方の門が開き、以前は見えなかった鳥居が現れる。やっぱり、あそこにいるのか、昨夜。あふふふふ。今度こそ、彼方の呪いを終わらせる時だ。ご主人様、ここからは重要な選択を迫られます。一度進めば、もう引き返せません。行きますか？戦闘を試すにはうってつけの雑魚ですね。戦闘はすべてオートで進行します。覚悟しろ。そのまま進め。よくやっています。このままいけば勝利は目前です。逃げ切れるかな？そのまま進め。これで最後だ。世界は回る。闇と光の巡り合わせ。どう？昨夜の世界の居心地は？昨夜はずっと待っていた。ずっと祈っていた。愛する人を、あの世界を。彼は昨夜の思いに応えてくれた。だから願った。永遠に一緒にいられるように。でも、この世界に永遠なんてない。くだらない世界だ。だからこそ私は、あの心の叫びに応じたのよ。さあ、繰り返す物語の幕開けだ。誰も、私の永遠から逃れられない。あの哀れな精霊族はいつも自分の心を人たちにぶつかる強さを持っていました。彼女の思いは決して折れない強いものでした。その結果、彼女に愛された者たちは全部折れてしまった。一人を除けば。永遠を感じなさい。くだらないたった世界の一度でも終焉が来る。彼女の気持ちを理解しようとしたことはありますか？だとしたら、それが彼女をあんな化け物にさせたんでしょう。くだらぬ。覚悟しろ。くだらぬ。そのまま進め。逃げ切れるかな？そのまま進め。くだらぬ。覚悟しろ。いずれ消えゆく世界にどんな意味があるの？永遠に飲み込まれなさい。もう無理だ。
回れ、巡れ、終わらない円の幕開けよ。次の日、中学部の女の子が一人行方不明になった。警察も結局彼女がどこに消えたのか見つかれなかった。でも俺は知っている。彼女は行方不明なんかじゃない。彼女は死んだ。俺が殺した。いえ、せめて見殺しにしたと言うべきか。部屋を掃除する間、子供の頃、リンネと一緒に描いた落書きを見つけた。あの頃の俺は勇者を夢見ていた。勇者か、バカバカしい。俺はあの落書きを捨てた。もう俺にはいらないものだ。その後、どうでもいい生活が繰り広げられる。特に大したこともなく、周りの人とも適当に仲良く過ごす日々が続けた。友達はリンネ以外はなかった。こうして10年が過ぎたのだ。はあ、俺は何をやっているやら。俺はすっかり面白くない大人になっていた。大した人生じゃなかった。普通で何も特徴もない。それでも何かが違う。なぜかわからないが、俺はこの10年、何かを追いかけるように必死に生きていた。それが何なのか、今もわからない。あふふふふ。また彼女の小姉だ。多分俺の唯一な友達。まだ君の個人的なデタラメ研究？放っておけ。そんなに奇怪な研究なんかしているから嫌われるのよ。俺は嫌われてない。自覚がなかったの？そんなお前こそ嫌われるどころか、ちゃんと社会生活しているか。昔から思ったが、やはりリンネはどこかが違う。最初に出会った時、まあ多分小学校の頃だろうが、あの頃の話しぶりが変わらない。それだけじゃない。相変わらず制服で、外見も10年前と変わってない。まあ、たった10年。まだ若い年頃だからそんなに変わらないのかもしれないが、それでも違和感を覚えた。で、君の研究は何？寄生虫だ。ああ、確かあんた、コンバイオ研究員だったっけ？俺はとある寄生虫に感染された。そう。多分お前と再会したあの時に。ふむ、病院には行った？いいえ。こいつは病院に行けば消えるからな。行くべき病院は感染病院じゃなくて精神科病院かも。いいから聞け。この寄生虫は特別な SR 位相空間を発現していた。あそこが。才の河原、そう名付けたでしょ？まあそうだ。あそこはなぜか日本のありふれた田舎町の姿をしていた。同じ時間を繰り返している。あの場所にまた行けるかもしれない。だとしてもチキンだったっけ？君がつけた名前が。そうだ。チキン、細菌も古細菌でもない、別のパラダイムを持つ細胞の群体。あふふふふ。君だけが認知していなければきっとものすごい実績になったかも。はあ。その通りだ。あの頃のあの町は本当に生きていたんだ。チキン軍隊が始まったあの村、あいつらはその場所自体を学習してあの世界を永遠に繰り返している。そしてあのチキン軍隊の精髄に通信できるのが君に感染されたあの寄生虫。俺はまたあの時のあの町に行く。なんで？あの字、助けられなかった人たちがいるんだ。俺はあいつらを救ってみせる。じゃないと永遠に勇者にはなれないんだ。君ってさ、リンネはちょっとため息をして話を続けた。たとえあの SR 空間に君が活動できたとして、過去が変わるわけじゃない。過去に戻るわけでもない。
奴らが繰り返しているのは過去ではなく現実だ。君は現実を消耗して現実を変えようとしている。それもそうね。そろそろ実験の時間だ。帰ってくれないか？さてと、始めよっか。俺は俺が開発したマシンを稼働する。頭が。どうかしたの？ここは、この感覚、戻ってきたのか？何が？いや、ものすごくとんでもない夢を見たようで。どんな夢？そうだな。俺、この村でつまんない毎日を送りながら、10年もくだらない人生を送った。で、何かタイムマシンみたいな装置を作って、今ここに帰還した。幼馴染くんって未来から来たの？そんな夢を見た。それだけだ。だって、ありえねえだろ、そんなの。あふふふふ。ふむ。どうしたの？中学部に、咲夜みたいな名前の女の子を知っているか？ナンパ？違う。どうなんだ？それをあたいに聞くのもおかしくね？あたいも引っ越ししたばかりなのに。それもそうか。なら何か知っていそうなやつは？りえちゃんとか。お前まで俺をいじめるつもりか？りえちゃん、別に君のこといじめたりしないと思うんだ。いじめられた。昔散々とな。ふむ。まあいい。ならリエはどこにいる？その前に理由でも教えてくれよ。知り合いなの？あの咲夜ってこと？多分会ったこともないかも。だったらなんでだよ。なんていうか、あいつが何か死ぬかもしれないとか。ますます話が見えないよ。俺もよくわからん。いいよ。納得してくれるのか？納得いかないけど、あふふふふ。そもそもこの世界、あたいが納得できるものの方が少ないから。